皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリの通貨マルチ換算対応について説明するのだ。この動画では画面の順番で説明をしていきますね。チャプターが切ってあるので興味のあるところまで飛ばしていただければ幸いなのだ。行きましょう。まず通貨換算って何のことかしら。テレビニュースの終わりのところでよくやっている1ドル〇〇円でしたみたいに円やドル、ユーロなど異なる国の通貨を換算することだね。例えば99ドルは日本円だといくらになるかとか、1万円は何ドルになるかなどを計算できるのね。通貨換算機能の動作はカシオのビジネス電卓 JS40B に習っているのだ。だからこの動画でも計算機セット JS40B を元にして説明を進めるよ。ちょっと余談だけれど、カシオの国内モデル電卓でこの通貨換算機能を持つものは少なくなってしまっているので、電卓のキーで言うと M、EX、キーやマルチ換算キーを持った機種になるのだ。これらのキーを持つのは本格的なプリンタ電卓や限定販売のコンセプト電卓くらいになっていて、店頭で気軽に買える普通の電卓ではちょっとお目にかかることはなくなってきたね。確かに実物電卓では換算レートを手動で設定する必要があるし、自動的にレートが更新されるわけではないものね。パソコンやスマートフォンで最新の為替レートを計算できるようになった今では、昔に比べて利用頻度が減っているかもしれないわね。このため最近は先ほど挙げたように通貨換算と言わずにマルチ換算というようになっているのかもしれないね。機能は同じまま、通貨レートではなくて他の換算率を設定すれば異なる換算用途に使えるものね。そうだね。例えば換算率の設定内容によってはセンチメートルとインチの長さ変換機能として使えるのだ。実機の説明書でもその他の換算率として早見表が記載されている機種もあるわね。本アプリの場合、通貨換算用途であれば特に設定をしなくてもいきなり使い始めることができるから、ぜひ使ってみていただきたいのだ。日本国内で初回起動した場合、通貨1に日本円、2にアメリカドル、3にユーロ、4にイギリスポンドが設定されて、最新のレートがストックされた状態でスタートするのだ。これならば気軽に使い始めることができるかもしれないわね。では実際の使い方について説明をお願いするわ。おっと、まず説明を分かりやすくするために先にラウンドセレクターを設定しておくのだ。ここでは小数点以下2桁で切り捨てする設定にしてみるよ。これで計算結果が例えば 12.34 ドルとか 120.10 円とかニュースで見かける一般的な桁数になったわね。では行ってみましょう。 JS40B においては通貨換算関連機能はメモリ関連キーを兼ねているよ。実機ではそれぞれのキーの NC1、C4 がシルク印刷されているだけだけれど、本アプリでは M、EX キーを押すとメモリ関連キーの表示が通貨換算関連キーに切り替わるのだ。では例えば日本円1万円がアメリカドルでいくらになるかを求めてみましょうか。これで日本円1万円がセットされたよ。ここで C にキーを押すとアメリカドルでの換算結果が表示されるよ。引き続き C さんキーを押すと同様に円からユーロへの換算結果が表示されるよ。画面表示の計算経過の中にそれぞれの通貨コードが表示されるから参考にできるわね。では逆にアメリカドルから日本円に換算してみようか。これでアメリカドル 99.98 がセットされるね。ここで C1 を押せばいいのね。変換されたわね。もちろん通貨換算も普通の計算の一種だから、換算された内容に対して続けて計算を行っていくことができるね。次に JS40B には配置されていないけれど、どの電卓にも設定で追加できる通貨換算に関するキーについて説明するね。このアプリではキー1つで通貨換算を行えるタイプのキーとして次の2つの種類を用意しているよ。まず最初は C1、C2 といった通貨の組み合わせキーだよ。このキーを配置すると画面上ではこのように表示されるよ。変換元と変換先の通貨が表示されていて、 C1 の通貨から C2 の通貨へ換算するということがわかるわね。次のキーはもっと表示を省略して C2 に換算するというキーだね。これらのキーでは換算元の通貨は暗黙的に C1 が使われるよ。
どちらのキーでもこの画面の例では日本円をアメリカドルに換算することができるのね。先ほども言ったように、このアプリのキー配置はどの計算機セットについてもカスタマイズで変更ができるから、お気に入りの電卓設定にこれらのボタンを追加すると便利にお使いいただくことができると思うのだ。換算レートの扱いはどのようになっているのかしら。換算レートはアプリの起動時に弊社のサーバに問い合わせをして取得しているよ。または設定画面を開いたり、設定画面からレートの取得ボタンを押した時にも取得するよ。逆に言うと、それら3つの操作をしない限り換算レートは変わらないってことね。計算途中に簡単にレートが変わってしまったら検算や再チェックが成立しなくなってしまうからね。為替レートといえばどれくらい最新の情報なのかというところも気になるわ。配信者がデータ会社と契約しているプランでは1時間に1回のレート更新となっているのだ。なのでリアルタイムの為替レートからは最大60分の遅延が発生することがあるよ。レート設定画面の中に表示されているレート基準日時がデータ配信会社側によるレートのタイムスタンプを表しているのね。あと為替レートの根拠はデータ配信会社の秘密になっているけれど、複数の銀行などからの価格データをもとに精度を高めていることがアピールされているよ。対応している通貨の種類はどれくらいになるの？168種類の通貨のほか、金、ビットコインに対応しているよ。価格自体はビット、アスクの中間値が使われているよ。あと使っていく中で少し注意が必要なのは、ドル以外の通貨同士の換算にはわずかながら誤差が発生することだよ。あら、それはどういうことかしら。これはサーバーが管理しているレートはアメリカドルを基準としているからだね。例えば円とユーロのレートを得る際には、円とドルのレートとドルとユーロのレートの2つを掛け合わせた値を使っているよ。それぞれの元データは小数点以下6桁までで保持しているから、大きく誤差が出ることはないとは思うよ。レートは動き続けるものだからあまり気にしなくてもいいかもしれないわね。通貨換算に関する設定はどのようにすればよいのかしら。設定画面のレートタブを使うよ。この画面で4種類の通貨を選択するんだけれど、元の JS40B でもそうだけれど、換算日 C1 には自国通貨を選択することだけを忘れてはいけないよ。なるほど、そういうルールなのね。その他の通貨は項目をタップすることで選択ダイアログボックスが表示されるよ。検索条件欄には通貨のコードやドルみたいに通貨の名前を入力すると絞り込みが行えるよ。このリストの中から目的の通貨コードを選べばいいのね。さらにリスト末尾の方には独自のユーザレート1から5が設けられているよ。これらのユーザレートはサーバから値を取得しないから、手元で独自のレートを設定することができるんだ。使い方としては、社内取引用やクレジットカード海外利用の時などレートが固定されている計算のために用意しているのね。入力する値としては、例えば円を基準としたらニュースなどで見かける値を設定してもらえば大丈夫だよ。従来バージョンから使っていただいている方の場合に気づかれるかもしれないけれど、以前は例えば1円が何ドルに相当するのかの入力を求めていたけれど、最近のバージョンでは分かりやすい値で入力できるように改善したよ。これならマシになったわね。でもちょっと気になるのは、やたらと入力欄の桁数が多くないかしら。さっきサーバ側ではレートの小数点以下6桁まで保持しているって言っていたじゃない。この欄は明らかに無駄に長すぎると思うのだけれど。これがね、さっき合成通貨の話としてアメリカドルを基準として2つのレートを合わせて使っているということに触れたでしょう。はいはい。でね、最も弱い通貨×最も強い通貨の例を考えてみるよ。今ドルを基準に考えると最も弱い通貨はエランリアルで、1ドルは 42,262.49 リアル。わお。で、最も強い通貨はビットコインで 1BTC は 42,647.41 ドル。極端に差があるわね。ここでビットコインを C1 に選んで C に2ランリアルを設定したとすると、1リアルは 0.0000000055481 以下略ビットコインになるよ。小数点以下6桁で切ったら消えてなくなっちゃうわね。ちなみに Google ファイナンスで見たら本当に消えてなくなっているのだ。あらら、
チャートには記載があるから値自体はあるのね。小数点以下2桁で表示しようとしたらそれは 0.00 になるわね。逆に基準の C1 に欄にある C2 にビットコインを設定すると、これは何桁あるの？ 18億238万以下略イランリアル。1ビットコインが18億リアルくらいってところかしら。長い入力欄必要そうでしょう。こういう理由があったのね。これはいっそ手入力はしない方が良さそうね。こういう意味でも為替レートはサーバ取得でお任せにしてもらった方が良さそうだね。こうやって通貨換算の設定を行うんだけれど、さらにおまけとして4種類の設定項目の上にプリセット選択肢を設けているよ。これはどう使うのかしら？選択肢の中身は通貨換算、長さ、距離、質量、面積、液量から選べるよ。液量については米国式、英国式、日本の計量法方式の3つで分かれているよ。この項目を選択すると設定項目1から4の内容がそれぞれの種類に適したものに切り替わるのね。例えば長さを選択するとこのようにセンチメートルを基準にした各変換レートがセットされるのだ。なるほどね。この辺がマルチ換算ということなのね。申し訳ないけれど一つの計算機の中で通貨設定と例えば距離の設定両方を保持することはできないから、計算機セットをコピーで増やしたりして使い分けてほしいのだ。ほうほう。通貨換算をする計算機、距離換算をする計算機とか複数の計算機を使い分けてみてはどうかということね。例えばここでは選択肢として液量、米国方式を選択してみたよ。リットル、オンス、ガロン、バレルの間を変換できるようになったわね。早速例えばコストコで売っている洗濯洗剤の液量を参考に計算してみようか。まず米国式液量の場合、大前提として1ガロンは正確に 3.78541174 リットル、そして1ガロンは128オンスというルールがあるよ。なので割り算で1オンスを求めると正確に 29.5735295625 ミリリットルという計算になるんだ。うわぁ、ガロン、オンスをリットル単位に換算するのはつらいわね。そこで一般的にはガロン約4リットル、オンス約30ミリリットルとされることも多いね。それはそれでざっくりすぎるわね。ガロンなんて牛乳瓶1本分くらい違うじゃない。まずは表記されている中で一番細かく表すことのできる小さい単位オンス FLOG をリットルに換算してみるよ。このようになってだいたい 5.73 リットルでボトルのリットル表記に近いね。リットル表記よりも大さじ半分くらい多いみたいね。数字はこのままガロンに換算してみるよ。ボトルのガロン表記 1.51 に近くなったね。このように一つの換算値を求めた後に他の単位に切り替えて表示することができるのね。それにしても生の数字をそのまま扱うのは辛いから、これはラウンドセレクタで小数点以下を2桁とかにしないといけないね。米国と英国でオンス、ポンドの本当の量も違うし、さらに日本の計量法の場合は米国式を実用的なところで切り捨てていたりしてまた違うから、液量は例として挙げるにはあまり適していなかった気がするわね。ちょっと触っただけでも貿易実務をやっている人の苦労が忍ばれるよね。以上がこのアプリの換算機能の説明なのだ。基本の操作方法はカシオの電卓に習ったまま、換算率の設定をいろいろ設けることでより便利に使えるようになっているのね。単独の換算だけでなく税込み税抜き計算のように通常の計算の中で使っていけるから、ぜひ一度試してみてほしいのだ。特に通貨換算に関しては配信者はこの為替レートデータをお金を出して買っているらしいので、もったいないからぜひ皆さん使ってあげてね。なんだか最後は急に切なくなってきたのだ。それではままたお会いしましょう。